先日のガンダムシードフリーダムの特別版第2弾の上映の最後に、まさかの新作であるシードフリーダムゼロの PV が公開され驚かれた方も多かったのではないでしょうか。そして本日、その PV がついにガンダムチャンネル公式の方で解禁されました。その PV の内容をコマ送りして見てみると、非常に面白いことがたくさん判明しました。そこで今回はそんな PV 第1弾からわかる新作シードフリーダムゼロの面白情報をまとめて見ていきたいと思います。まず冒頭ではオーブの制服を着たキラとカガリの姿が映し出されています。場所がどこなのかは具体的にはなっていません。ただ2人の関係から考えるにオーブではないかと思われます。キラはガンダムシードデスティニーの最終戦であるメサイア戦の終結後、オーブ軍の指揮官としての地位を持つと同時にザフト軍の白服の資格も与えられています。またシードデスティニーの一番最後にはザフト軍の白服を着てプラントにいる様子が描かれていました。そのためこの作品がシードデスティニーの後の物語であることを踏まえると、キラはオーブ軍とザフト軍のどちらの制服も所有しており、この映像の時点ではオーブにいるのでオーブ軍の制服を着用していると考えられます。またこの時のキラの表情は映画のように曇った陰りのある表情というよりかは、シードデスティニーのすぐ後ディランダルのデスティニープランを打ち砕いて人類の未来に希望を持っているような印象を受けます。そのためこの映像の時点ではメサイア攻防戦の終結からまだあまり時間が経っておらず、コンパスが創立される前もしくは創立直後の段階であるようにも見えます。ここでこの映像におけるキラの口元の動きを見ると、終わったなどの3文字や4文字程度の短い言葉を発しているように見えます。しかしこの言葉の後、カガリが驚いたような表情を見せ、その後安心したかのような顔になるため、メサイア攻防戦が終結し、さらに戦争後の後始末や整理も終わり、平和な世界を取り戻せたことに安堵しているようにも解釈できます。このように考えると、この映像の時系列はメサイア攻防戦が終結し、戦争の後始末も済んだ後で、まだ世界中の紛争にはあまり関与していない、つまりコンパスを設立する前の束の間の平和な時間であると考えられるのではないでしょうか。続いて新キャラクターのシーンについてです。映像には一組の男女が映し出されています。この男性は月光のワルキューレにも登場したアグネスの元彼であるレオナード・バルウェイであり、隣にいる金髪の女性はアグネスそのものではないかと推測されます。まずレオナードについてですが、見た目は西川氏が演じてきたキャラクターを彷彿とさせる印象を受けます。一方公式発表によると、レオナード・バルウェイの声優は小野大輔氏であることが明かされました。そのためこのキャラクターはレオナードであり、小野氏が演じるということでほぼ間違いないと思われます。次に隣の金髪の女性についてですが、考えられる候補としてはアグネスまたはアグネスの母親などが挙げられます。ただし月光のワルキューレでの描写に基づくと、アグネスは相手の男性に合わせて自分の趣味や外見を変えるタイプの人物のように見えます。そのため金髪がレオナードの好みであり、それに合わせて髪を染めた可能性があります。実際シードフリーダムに登場するアグネスの映像と今回のキャラクターを比較すると、アイシャドウや目の色は完全に一致しています。一方で眉毛の色は映画版のアグネスが黒だったのに対し、このキャラクターは金色であるという違いがあります。眉の色は髪とともに金に染めただけなのかもしれませんが、顔の輪郭を比べると頬から顎にかけてシャープな印象は共通しているものの、映画版のアグネスはややふっくらした輪郭に見える点が異なります。とはいえこの違いは映像の見せ方によるものとも考えられますし、完全に断定するには至らない部分も残っているものの、月光のワルキューレに登場したレオナードとアグネスは赤服とされていることも踏まえると、これはレオナードとアグネスということで一致するのではないでしょうか。お次のシーンはこちら。キラとラクスが仲良さそうに料理をしているシーンです。鍋の蓋を取ると湯気が出てきて、何か美味しそうな料理を作っていると思われます。ただここで注目したいのは、映画版のラクスが料理を作っているシーンと比べると厨房が異なるということです。映画版でラクスが料理をするシーンでは IH ヒーターの背後には物を置くスペースがあり、その上には収納棚が設置され、間にはラックが置かれていました。このラックには
ポットのようなケースが多数置かれていましたが、新作ではその収納棚が存在しません。また排気ダクトについても上部に取り付けられたライトの向きが異なっています。映画版で描かれたラクスの料理シーンでは、排気ダクトの両側についている6つのライトが窓と直角、つまり縦方向に備え付けられていました。しかし新作の厨房ではライトが窓側とその反対側に取り付けられており、配置が異なっています。さらにヒーターの奥にあるガラス張りの棚、または防護用のガラス板についても、映画版ではヒーターの横に配置されていたものが新作では奥に設置されています。一方で厨房のテーブルの材質は映画版と同じようなものが使用されているようです。これらの違いからこの時点では2人が新居生活を始めて間もない頃であり、キラかラクスのどちらかが現在の配置に不満を持ち、後に配置を変更した可能性があります。こうした細部からは2人の意外なこだわりの強さが伺えるように感じられます。お次のシーンはこちら。イザークとディアッカがムーと握手を交わしている場面です。このシーンでイザークの顔が引きつったように見えるのは私だけでしょうか。少しコミカルに感じられるシーンでもあります。そもそもムーとイザークといえばシードでは敵として戦っていた存在です。またシードおよびシードデスティニーの中でムーとイザークはほとんど関わりがありませんでした。さらにドラマ CD やおまけ映像などでも2人の接点はあまり描かれていません。そんな中で2人が会話を交わしているということは協力関係にあるべき状況ではあるものの、イザークとしてはすんなりと受け入れるのが難しい複雑な心境を表しているのではないでしょうか。2人がきちんと会話をするシーンが描かれるのはおそらくこれが初めてだと思われます。時間軸としてはコンパス設立にあたりオーブとプラントが協力することとなり、その交流のためにイザークたちがやってきていると考えられる可能性が一つ。またもう一つの可能性としては、コンパス設立後にイザークがギャンストロームに登場し、新型機であるライジングフリーダムとイモータルジャスティスを運搬役として届けた際のシーンを再現しているものだと考えられます。続いてのシーンがこちら。マリューがシンとルナマリアに話をしているシーンです。この場面で興味深いのは、マリューの一言に対してルナマリアがうつむき不満げな表情を見せていることです。ルナマリアの不満げな表情から推測すると、この場面ではアグネスが一緒に登場しており、さらに彼氏であるレオナードも同伴しているのではないかと思われます。アグネスの性格を知っているルナマリアにとって、なんでアグネスが彼氏と一緒に来ているのよという感情が湧いているように見えるため、このシーンはその状況を再現しているのではないでしょうか。またシンの描写から推測するに、アグネスがレオナードと一緒にいることについて特に気にする様子もなく、周囲の雰囲気をあまり察しない鈍感な性格が現れているようにも感じられます。そのためシンはきょとんとした様子で描かれているのではないかと思われます。ちなみにシンのフェイスの紋章が外れていますが、そもそもシードデスティニーの最終回ではシンがフェイスの紋章をつけていない様子が描かれています。そのためデュランダルの死後、フェイスという称号自体が廃止された可能性があると考えることもできそうです。続いてのシーンはこちら。村雨海がプロト村雨海と思われる色違いの機体と戦闘する様子が描かれています。このシーンで登場する赤いカラーリングの映画版と同じ村雨海は、右手に持つ武装が映画に登場したレールガンと似た形状をしています。ただし形状は似ているものの、使用している弾薬はレールガンではなく実体弾を使用するマシンガン系統の武器を連射しているため、武装の性質は異なると考えられます。この赤い村雨と青い村雨の2機について映画版やガンプラと形状を比較してみたところ、右手に持つレールガン以外の武装や形状は同じように見受けられます。そのためこの青い村雨はプロトタイプもしくは特定のネームドキャラ専用の機体である可能性が考えられます。ちなみに村雨の設定上、量産機にはリミッターがかけられており、ネームドキャラなど性能を引き出せるパイロットが登場する機体ではリミッターが解除され、性能が向上しているという特徴があります。映画版で登場したムー専用村雨海も量産型の村雨より性能が高い設定がされています。これらの設定を踏まえると、この青い村雨は村雨海の開発が完了した後、
リミッター解除の性能評価を目的とした模擬戦用の機体であると考えることもできそうです。また、それが、故に、武装の方のレールガンではなく、模擬戦闘用の実体弾が使用されていると考えてもいいのかもしれません。次のシーンはこちら。ストライクフリーダムとギャンシュトロームが宇宙空間で戦闘を行っている描写です。まず、このシーンに登場するストライクフリーダムを見てみると、これは映画版の錦ではなく、シードデスティニーに登場していた従来のストライクフリーダムであることがわかります。見分け方のポイントとしては、肩の装甲の形状、腕部のビームシールド発生装置のデザイン、さらに、ふくらはぎ裏のスラスターの形状の違いが挙げられます。これらの特徴から、この機体は錦ではないことが確認できます。武装に注目すると、ストライクフリーダムは、腰に専用のビームライフルではなく、ジンが使用していたアサルトライフルをマウントしています。このアサルトライフルは、ジンのものと全く同じ形状ですが、一つ違いがある点として、マガジンの色が挙げられます。ジンのアサルトライフルのマガジンは、本体と同じグレー系の色であるのに対し、このシーンのマガジンは赤色になっています。この2機の戦闘内容は、模擬戦である可能性が高く、おそらく、ジン用のアサルトライフルに、模擬戦用の特殊な弾薬が装備されていると考えられます。ギャンシュトロームのライフルの形状ははっきりとは見えませんが、先端部分がストライクフリーダムが持っているジンのアサルトライフルと似た形状なので、2機とも模擬戦専用のアサルトライフルを装備していると考えられます。さらに、ビームサーベルの色が通常のピンク色ではなく、オレンジ色に発光している点も特徴的です。かつてガンダムシードの作中で、フリーダムとストライクがオーブで模擬戦を行った際にも、オレンジ色のビームサーベルを使用しているシーンが描かれています。このことから、シードシリーズの世界では、オレンジ色のビームサーベルは、模擬戦専用で使用される色と考えられるのかもしれません。ギャンシュトロームについて見てみると、この機体のカラーリングは、イザークの登場機と同じものになっています。一方、シードフリーダムで登場したアグネス専用のギャンシュトロームは、口元がピンク色に塗装されていました。しかし、この映像に登場するギャンシュトロームの口元はピンクに塗装されていません。このことから、映像に登場するギャンシュトロームは、アグネスに譲渡される前の機体であると解釈できます。そうであれば、この時点での登場者はイザークであり、ロールアウトしたばかりの新型機として、ストライクフリーダムとの模擬戦を行っている場面だと考えられます。この場合、ストライクフリーダムのパイロットは、キラ、ギャンシュトロームにはイザークが登場しているのではないでしょうか。さらに、この2人が模擬戦を行っているとすれば、イザークは、心の中では、キラが、今は、味方であることを理解していても、かつてニコルを殺した宿敵でもあるため、模擬戦といえども決して手を抜かず、むしろ圧倒してやるという強い気迫を持って戦闘に挑んでいると推測できます。そのため、イザークは、この模擬戦で、キラを絶対に倒す意気込みで戦っていると考えることができるのではないでしょうか。なお、2機がぶつかり合った後、ストライクフリーダムが一方的にギャンシュトロームに押し返されている様子がうかがえます。ストライクフリーダムは、メサイア攻防戦時、核動力を採用し、最高のパワーとスピードを誇る機体でした。しかし、新型機であるギャンシュトロームに押されている描写から、メサイア攻防戦から半年ほどしか経っていないと考えられるこの時点で、技術が大幅に進歩していることがわかります。これにより、かつての全体戦で最強とされた機体であっても、新型機のパワーに劣る状況が生じており、モビルスーツ開発の速度と技術革新の速さを感じさせるシーンになっているのではないでしょうか。このシーンで、ストライクフリーダムよりも、ギャンシュトロームの方がパワーで勝っていると解釈するのであれば、ここから、さらに開発が進んだライジングフリーダムやイモータルジャスティスは、従来のストライクフリーダムやインフィニットジャスティスよりも、核動力の搭載有無に関係なく、パワーが上回っていると考えることができそうです。一方で、最終戦で活躍したストライクフリーダム2式は、駆動系がそのままであることが映画内で明かされています。そのため、大幅にパワーが劣っているはずの機体で、キラは、ブラックナイトスコードカルラと戦っていたことになります。最終的に、マイティストライクフリーダムは、フラッドディフェンダーを装着することで勝利しましたが、それ以前に、ストライクフリーダム2式で、ブラックナイトスコードシバと互角に戦ったアスランの技量は、
やはり最強と称されるべきということを示しているのかもしれません。そして最後はこちら、水着姿のルナ・マリアとシンが甲板掃除をしているシーンです。この描写から2人が掃除しているのはアークエンジェルの甲板であり、コンパスへの配属が決定し地球に降り立ちアークエンジェルに乗船した後の話であると推測されます。2人ともどこか不満げな表情をしているのは、もともと掃除係として来たわけではなく、世界を守るという重要な役割を担う一員として配属されたはずなのに、なんでこんなことをやらされているんだという思いが顔に現れているのではないでしょうか。ただ個人的に一番気になったのはルナ・マリアの水着姿です。この水着の腰部分をよく見るとザフトのマークがついています。一方シンの赤パンにはザフトのマークがついておらず、ルナ・マリアの水着だけにマークがついていることから、シンのものは制服ではなくルナ・マリアの水着がザフト軍の専用水着である可能性があります。これが事実ならザフト軍のデザインセンスに突っ込みたくなるところです。とはいえザフト軍の制服は非常に自由なスタイルになっていて、ルナ・マリアは軍服なのにミニスカートを履くなど個性的な着こなしをしています。そのためこの水着も単にルナ・マリアの趣味である可能性も否定できません。いずれにしてもこの意外性のある面白い展開がどのように映像で描かれるのか非常に気になるところではないでしょうか。以上、特報 PV の解説考察でした。シードフリーダムが非常に高い興行収入を上げたことを受けて、次回作シードフリーダムゼロがまさかの先行のハサウェイ第2部よりも早い展開となり、驚きを隠せません。実際シードフリーダムはガンプラに加えキャラクターグッズなどの商品展開も非常に充実しています。このような商品戦略を考慮すると現在の高い人気を逃す手はなく、その観点からもシードゼロが先行のハサウェイ第2部より先に公開される可能性が高いと考えられます。私個人としては映画として公開することで最も話題性を高められ、商品展開にも大きくつなげやすいというメリットがあると思います。そのためビデオオンデマンドなどではなく、映画として2025年の早い段階、例えばさすがにないと思いますがシードフリーダム上映から1年後の2025年1月26日公開や3から4月あたりの公開が現実的に見えてくるのではないでしょうか。本作についてどんな点が楽しみか、ぜひ皆様の意見もコメントで教えていただけると嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、良ければもう一本動画を見ていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。